ついにこの美しいリバティプリントにハサミを入れる時が来た。リバティプリントでお洋服を作る時が来るなんて、ミシンを始めた当初の私には想像できなかっただろうな。今日はリバティプリントで次女のブラウスを縫おう。既製の型紙をアレンジしてペプラムブラウスにしようかな。最近自分にも長女にもペプラムブラウスを縫ってたから、次女もとても欲しがっているからね。初めてお洋服を作った時はお洋服のパーツの読み方もわからなかったし、わーとか生地の縦とか横とか、とにかく全部初めてだったから、服作りってすっごく難しいなぁと思った。縫い方だけにとどまらず、生地の選び方も奥が深くて、服作りにまつわる知識は果てしなく、ずーっと向こうまで広がっている気がして、それはまるで海みたいだった。だから自分でパターンを作って服を縫える人は、遠い遠い海の向こうにいる異国の人のように感じていた。多分自分にはたどり着けない海の向こう。しかしそう思っていた私が今パターンを引いてみたり、それで服を作ったりするようになってきている。正直信じられない。そんなことができるようになったなんて。そして手が出せないだろうと思っていたリバティプリントで服を作るなんて。どこでどうなって私はここまで来たのだろう。洋服を作り始めた頃、服の出来栄えは本当にひどかったが、大好きなガーゼ生地のパワーと身長が大きくて、いつも丈が短くなりがちな既製品と違って、少し丈を伸ばして作ったことによってとっても着心地がいいものになった。こんなに着心地が良くなるんだ。着心地も良くて好きな色や柄でもできるんだから楽しいな。全部手作り服にしたいな。自然にそんな思考になった。そんなわけでとりあえずその当時持っていた既製品の服を整理した。こういうアイテムからまず作っていくか。整理することでいろいろと作る方針も見えてきた。それからというもの、ブラウスを一つ作ったら既製品の手持ちのブラウスを古着屋さんへ持って行き、スカートを作ったら手持ちのスカートは寄付したり、新しい服を一つ作ったら手持ちの既製品を手放す。そういうことを繰り返していった。それと並行して
子供たちの服も作っていった。子供たちの服は成長を追いかける形で、当時4歳の長女と2歳の息子に服を縫った。お腹に次女が来てからは、長女と息子には作ってあげられなかったベビー服や小さなスタイなども縫った。まさに縫いまくりの日々だった。何回も服を縫ううちに、服のパーツの名前を覚え、生地の種類や特性を覚え、なんとなく服作りの流れをつかめてきた。ただ失敗は毎回何度もするわけで、うまくなっていたと言われればそうではなかったと思う。洋裁本にかじりつきながら、一工程一工程ゆっくり読んで確認しながら進める。間違えてほどいてまた戻る、そういう具合だった。同じ服でも作り方のアプローチの方法はたくさんの種類ややり方があることも、いろいろな洋裁本で服を作っていたおかげで学べた。そしてその当時生地をいろいろと探っていた頃、リバティプリントなる生地の存在を知った。何やらイギリス生まれの生地で、どのデザインを見ても本当に素敵だ。それに加えて肌触りも着心地も良さそう。しかし私にとってとりわけ目立った特徴が、価格が他の生地に比べて高価ということだった。こんなに高いんだ。まだ失敗ばかりの洋裁初心者の私にはいろんな意味で手が届かない生地だな。そんな思いでリバティを眺めてはさらっと通り過ぎた。そうして服作りを数年続けて、気がつけば私の服はすべて手作りになっていた。子供たちの服もすべて手作り。引き出しを開けて、わあこんなに作ったのかと感慨深くなる時もあった。そして少し変化が起こった。服作りの回数をこなしていくうち、自分の作りたい服を洋裁本から探すのがだんだん難しくなってきたのだ。服作りをする前は、襟の形がこんなに種類があることや、袖の形も裾のラインも空きの作り方もいろんな種類があって、それの掛け算で服のデザインが変わるなんてことは知らなかった。でもそれを知った今、襟はこうしたいな、袖はこうがいいかな、なんていう思いが出てきたのだ。そういうことを考える余裕が出てきたということになるのかもしれない。こうして具体的に作りたい服が頭の中に浮かぶようになると、それにぴったりのマッチする服を世に売られている洋裁本の中から見つけるのが難しくなったのだ。そして私がどうしたかというと、身頃はこの型紙で袖は違う本のこの型紙というように無理やり合体させるということをした。型紙の作り方なんてわからないし、合体させるしか方法がわからなかった。その時、型紙の作り方、製図の仕方というような本も買ってはみたけれど、ネックポイントだとかショルダーポイントだとか、
もうとにかくそれを見ただけでなんだか拒否反応が出て、わからないなと本をすぐ閉じた。そんな具合で無理やり型紙を合体させてみると、いろいろと不都合が出てきた。ここのサイズの辻褄が合わなくなるものなんだね。そんな感じで縫って初めて気づくことばかり。じゃあどうしたら辻褄が合うのかなと調べて、へえそうなるのかとうなずいたり、この頃になると何度も何度も服を作っていったこともあり、服を縫う手順は本を見なくても大方わかるようになってきた。本の指示のやり方を見て、あっちの方のやり方の方が簡単だな、なんて代替案も思いつくようになっていた。洋裁本の型紙をくっつけたり直したり、いろんな縫い方をしているうち、次に意識が向かっていったのは、見た目だけじゃない着心地の良さにまつわる服の作りやサイズだった。服を買っていた頃や服を作り始めの頃は、服選びは見た目だけだった。見た目が可愛い、見た目がかっこいい。でもだんだんと、見た目が可愛いけどこの袖の形は上着を重ねてきたらゴワゴワするだろうなだとか、たっぷりギャザーでゆとりがあって心地よさそうに見えるけど、生地の量を使うから生地によっては重量が重くなりそうだな、肩が凝るだろうなだとか、そんな感じでその服のデザインや形で着用後の着心地を想像できるようになってきた。そしてさらに丈を伸ばすとか身幅を広げるだとか、わかりやすい補正をしてきて、それを繰り返すうちに、世の中にある S、M、L サイズという区別の中で、私は L サイズだと思っていたけれど、世の中のどの L サイズにも私のサイズにはフィットしないということも分かってきた。このフェーズでは着やすい服の形と自分のサイズに向き合って服を作るということに意識が集中した。自分のサイズに合う服というのを考えたとき、原型を作るというのが避けては通れない道だった。でもこれが本当に難しく、とっても高い山だった。原型を何回も何回も作り直し、諦めたり、忘れた頃にまた挑戦したり、縫ってほどいて縫ってほどいて、そうしていくうちに、ずっと前に買って拒否反応が出て諦めた型紙の作り方、製図のやり方という本を自然と開くようになり、あの頃ちんぷんかんぷんだったこともなんとなくわかるようになっていた。そしてやっと原型が 90% くらいできたかなと思えたのがここ最近のことだ。
気がつかないうちに少しずつ泳いで海の向こうまでたどり着けてきたのだろうか。そこまで行こうと思って泳いでいたわけじゃなかったからここまで来れたのかな。そこがゴールでそこまで泳がなくてはいけないと思っていたら、なんて遠いんだ、無理だ、疲れたと止まってしまったかもしれない。ただ単に楽しく泳いでいたらそこに来ていた。それだけなんだろう。とにかく今はこの素敵な生地で服を作れることがとても楽しい。